皆さんこんにちは、みさとです。ここは東京駅です。東京での用事を終えて今から帰るところです。お土産を買いまして、在来線の改札口を出ます。一旦改札を出たのはプラットこだま利用のため、東海道新幹線の改札から入ります。ということで今回はこだまで新大阪まで乗車します。ホームの売店でプラットこだまについてくるドリンクの引き換えをしています。昔のプラットこだまは紙の切符でしたが、今はチケットレスになっていて、ドリンク券も同じくチケットレスです。メールに来た EX 旅電子チケット、プラットこだまドリンク券、観光プラン券のご利用案内に、電子チケットのご利用はこちらのリンクをタップして、これはサンプル画面ですが、使用するをタップして、お店の方の QR コードをスキャンして引き換え完了でした。購入したドリンクはこちらの缶コーヒー。引き換えできるお店はメールに記載されています。今回乗車の列車はこだま723号です。ひかり500号の折り返し、この列車がこだま723号に変わります。3月のダイヤ改正でひかり700号、こだま823号にそれぞれ変わったようです。ちなみに今回はグリーン車にしました。 EX 予約で料金を見ると、普通車指定席とグリーン車の料金差は5000円近くありますが、プラットこだまの普通車指定席とグリーン車の料金差は時期にもよりますが、東京から新大阪までプラス1190円で乗れるので、だいぶお得にグリーン車に乗れます。もともとプラットこだまでお安く乗れるところを、グリーン車も比較的リーズナブルに乗れます。このこだまは東京新大阪間を3時間54分とのぞみよりかなり時間がかかりますが、グリーン車で行けば疲れもマシになるかと思います。ただお安い切符につきものの一切の変更ができないなどデメリットも多いのですが、それさえ理解していれば安くて良い切符、正しくは旅行会社発売の商品です。ということで11時57分、こだま723号は東京駅を発車しました。今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はこだま号新大阪行きです。12時を過ぎたのでお昼ご飯をいただきます。東京駅で買っておいた崎陽軒のシューマイチャーハン弁当です。シューマイ弁当のご飯ではなくてチャーハン入りバージョンです。醤油とからしがついています。チャーハンとシューマイ以外のおかずも美味しそうですよ。次は小田原にはございませんので、乗り間違いにはご注意ください。とても美味しかったです。ごちそうさまでした。東海道新幹線では車内のワゴン販売は行っていませんが、グリーン車のモバイルオーダーサービスがあります。ですがこだまにはなくサポートコールサービスがあります。聞きたいことがあればスマホで係員を呼ぶことができるんですね。お弁当を食べ終えると小田原駅の手前でした。5分停車の間に通過待ちです。通過できる駅では4分以上停車して後から来るのぞみやひかりに道を譲ります。次の停車駅は熱海です。あと6分ほどです。食後に東京駅で引き換えたコーヒーを飲んでいます。カーブで車体が傾く熱海駅、車内販売のバイトの頃、ここでは販売せずにデッキで待つようにとなっていたのを思い出しました。熱海から7分で三島駅です。ホームには駅弁屋さんがあり、通過待ちでも駅弁を買えそうです。5分ありますからね。でも発車時間にはくれぐれも注意しましょう。
通過列車も通り過ぎまして三島を発車です。右側の車窓で富士山が見えるはずですが、上の方が雲に隠れてしまっています。今日は残念でしたと思っていたら、頂上付近が見えました。だんだんと見えてきました。新富士駅に停車。この駅では通過待ちはなかった模様。また富士山に雲がかかってきました。さっきの上の方が見えただけでもよしとしましょう。次は静岡駅です。まもなく静岡です。3分の停車で静岡駅を発車。14分。終電新大阪。そして次の停車駅、ホームに屋根のない部分がある掛川駅に停車。浜松駅近くまで来ると雲一つないいいお天気になりました。東京を出て2時間弱。この辺りがおおよその東京新大阪間の中間になります。浜松を出て間もなくスズキの本社が見えました。在来線だと浜松駅の隣の高塚駅付近です。今回はあえて海側の A 席にしたのですが、さほど海が見えるところも少なく残念だった気もします。ですが普通席なら3列の A 席は利用機会は少ないし、普段は見られない風景が見えると思います。ちなみに富士山はデッキから見ていました。豊橋駅に停車です。愛知県まで来ました。ここまで来るとだいぶ帰ってきた感じがします。豊橋駅を発車。車内は混むこともなく、熱海と静岡で少々降りて減った感じがありました。東三河と呼ばれるエリアを抜けて三河安城駅に停車。さて今回はプラットこだま利用ですが、チケットレス化されて予約が EX 旅先予約からに変更されています。EX サービスと同じこのご利用表が自動改札から出てきます。ただこの EX ご利用表も2026年9月に発行終了予定だそうで、まもなく過去のものになります。名古屋が近づいてデッキに立っています。アイスクリームを食べたくなったので、ホームに自動販売機がある名古屋駅で買ってみます。名古屋は6分停車なので時間的に多分大丈夫かと思います。でも2号車の扉付近にあるということで、事前に2号車まで移動していました。スジャータのアイスクリーム自動販売機です。現金は使えず、電子マネーか QR 決済の対応でした。アイスはモカを購入しました。名古屋駅では後から来るのぞみ号が先発なので、のぞみが出発しない限り私の乗る子供は出発しません。ゆっくりホームを歩いて8号車へ戻ります。16番線の電車は車内に戻ります。8号車に戻ると様相が一変。そこそこ乗っていたお客さんが私の他に1名になりました。東京名古屋間なら2時間40分。普通に移動で使える所要時間は名古屋まででしょうか。私はこだまで新大阪まで旅をするつもりで乗っているので全然構わないのですけどね。先発ののぞみが出発し、このこだま723号も出発。リニアの工事で名古屋駅の周辺は工事の真っ最中です。アイスクリームはモカにしましたが、時間が経過のためなのか、モカは溶けやすいのか、すごく硬いという感じではなかったです。昔新幹線の車内販売のバイトで売っていましたが、ちょっと置いたぐらいではこのアイスはなかなか溶けなかったです。箱の中にドライアイスの分厚い塊がいくつも入ってましたし、終点新大阪まではあと1時間少々です。名古屋から10分で岐阜羽島駅です。4時間近くの乗車ですから、たまにこうやってホームに降りて歩いた方が気分転換になって良いかなと思います。
通過列車が来たので慌てて空き缶をゴミ箱に入れて車内に戻ります。岐阜羽島駅を発車。15時も過ぎて日が西に傾き出した濃尾平野を駆け抜けます。伊吹山の麓のこの付近は滋賀県に入っています。米原駅に停車です。ここで最後の通過列車の追い越しがありました。米原を発車です。米原駅近くに保存されている JR3 社の新幹線高速試験車両が見えました。こうして京都駅も発車しまして、京都を出ると15分で終点新大阪です。ほんの少しですが東海道新幹線が淀川、この辺りは桂川ですが川の近くを走る区間があるのですね。その頃車窓反対側では阪急京都線と並走しています。4時間近いこだまの旅も間もなく終わります。速度も落ちてきました。まもなく終点新大阪です。気がつくと8号車車内は私一人、もう一人のお客さんは京都で降りられたようです。最後の一区間は貸し切りでした。4時間近く新幹線のグリーン車の座席を堪能しました。昨日から今朝にかけて1日がかりで大阪から東京までフェリーの旅をしましたが、長い船旅の疲れをグリーン車のシートで多少は癒せたかもしれません。こうして15時51分、終点新大阪駅に到着です。ちなみに今回のこだまグリーン車の費用は 14,150 円でした。普通にのぞみのグリーン車利用だと2万近くかかり、のぞみの普通車指定席でも 14,720 円なので、プラットこだまのグリーン車はかなりお得に乗れます。時間は4時間近くかかりますが、一昔前は4時間半ほどかかっていたので、だいぶ早くなった気がします。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。